今回もやってまいりましょう。 FE 覚醒スマブラ縛りパート9です。外伝に秘密の行商人。このショーの舞台はイギリスの北、おそらくはフェリア領での出来事です。そいで何か一般兵士がやられたみたいだいな。この先で山賊が通行料を勝手にせしめており、その討伐に向かった兵が返り討ちにされたのだと思います。そんな中、我らがクロムが参上しただね。しかしなぜクロムがこんな時期こんなところに。さあ、なぜでしょう。今回は外伝なので時系列は本編とは関係ないと思われます。しかしなぜここにというのは判断がつかないです。で、こいつらはあれだいな。あれですね。あれって何ずら。私も知りません。あなたが言い出したんでしょう。あれだに。シリーズ恒例のネタキャラ的山賊。シリーズでたまにこういう変な山賊いますよね。こっちもこっちでシリーズ恒例アンナさんだに。実は本編で操作できるのは覚醒が最初です。今回の作戦会議です。本章のマップはこれだに。ストーリーで示されたように北東の村めがけて山賊が飛んでくだよ。手前の緑の点、中立ユニットがアンナさんです。彼女が村に立ちふさがるので山賊は最初彼女を標的とします。ただしこの赤の範囲内の敵は初めからクロム側を狙ってくるだよ。そいで今回の作戦はどんな感じずら。今回は村とアンナさんを完全に無視して自分たちの戦いに専念します。今回を安定して攻略するにはそれが一番だと思いました。この作戦を取った理由を説明します。まずアンナさんは本章では仲間にならず、ここでやられても外伝4章で味方になるので問題はありません。そして村から得られるものはリブローなのですが、あまりメリットがないように見えます。最後に最初の敵の突撃はクロムとロンプーだけでは厳しく、アンナさんの救助に行く余裕がありません。なるほどな。けんどこんなにマップギミック無視しちまって果たして攻略と言えるだか。まあ私たちの目的はこの縛りでのゲームクリアなので、個々のマップクリアまで完璧じゃなくてよいのです。言われてみればそうだけんども。ちなみに今回の敗北回数は1回ですが、これはアンナさんを助けられるかどうかの検証での敗北です。そんじゃ実際の攻略に移るだ。はじめはいつも通りのダブルを組ませる時間です。今回もルフレはカラムと組ませて守備強化、クロムはフレデリックと組ませて攻撃と防御の強化、ロンプーはベイクと組ませて攻撃強化です。そいでルフレは近くの山賊に早速攻撃だよ。このダブルの組み合わせはしばらく固定になると思うだよ。人員が増えれば攻撃できる者同士で攻撃できるようになるだけんど、まだかかるな。ちなみにリズはリヒトと組ませます。これは初の組み合わせですが、リヒトが魔力を強化するのでリズの回復量の増加が見込めるというわけです。これはおねしょたになるだか。さあ、そういうのは専門家に伺ってくださいね。レベルアップ。前の成長と比べると見劣りしちまうだな。それでも前回の分で10分元は取れてますよ。それじゃちょっとカットするだよ。それでは時短です。ここではどの敵を倒すべきか悩ましいです。クロムは手負いだもんで回復させねえと噛んだけんど、そいでリズを近づけると攻撃されちまうし、かといってクロムを退かせるとロン君がボコボコにされちまう。魔導士を倒さねえとクロムは確実にやられる。優先順位はここで魔導士の撃破が第一と分かります。しかしその後のこともあるので難しいですね。散々悩んでやっと魔導士に攻撃しただよ。本作はというより FE は魔法が基本強いですからね。遠近療養の武器はやっぱしこの世界じゃ強いだな。魔法が高いユニットもそんないるわけじゃないから魔法を受ける役も貴重だね。この後の行動ですが、結局クロムをその場に留めリズを近くに呼ぶ策を取ることにしました。ただしロンプーを森から出して
右側から来る敵の壁となるようにします。こうすればリズに来る敵は1体だけになっただね。ロン君は回避が高いから森から出しても安心だし、リズはクロムの支援やカリスマを受けるから案外大丈夫だら。アンナさんが続々と攻撃を受けてますね。アンナは次の敵ターンでダメかもしれんね。できれば倒させたくないけんど、まあしょんないね。リズに一体山賊が行きましたが、予想通り回避しました。予想通りでも変に被弾すると緊張感が走るもんで、かわしてくれたのは嬉しいだ。アンナのターンだに。山賊を必殺で一撃だか、そう簡単にやられるわけじゃないだな。このターンで開始時周辺の敵は一掃できるでしょう。大した動きもないもんで敵ターンまでカットするだ。アンナさんがやられてしまいした。接近戦じゃアンナも強いけんと、間接攻撃はそうだっただね。先ほどの時ターンではリフレを箸で通せんとするようにしています。そいでリズもまた狙われちまったけんど、またもやかわしただね。よかったや。この残った山賊をクロムで倒せばクロムはレベルアップです。レベルアップ。おっと、今回はクロムがよ成長だか。前回の成長はカットしなかっただけに最高ですね。これで周辺の敵を倒して一段落です。そういや、今回なぜかガイアがいるけんども何かあんのけ。当初はクロムとガイアを組ませてクロムが追撃出せるように考えてました。フレデリクを壁役にするつもりでもありました。けれども結局いつも通りがいいと気づいたのでやめにしたというわけです。だもんでガイアがコツンと佇んでいるだな。ところで前の敵ターンで村が行っちまったな。これも初めから無視しているので仕方がないといえばそうです。これも FE 恒例のクリアは簡単だけどマックギミックを気にすると難しくなるというやつですね。まあ村が襲われるおかげで敵が分散し、ちょうどいい時期にやってくるというメリットもありますが、さてここからはロンクーを端に置いて敵を迎え撃つことにします。村で一仕事を終えた山賊らがこっちに押し寄せるのに、箸で賊を倒す。五条をはしけ。何を言ってるんですか。またもやあまり動きがないもんだからちょっとカットするだ。レベルアップ。やっぱり今回のルフレは控えめの成長ですね。現時点では技と幸運は十分だから魔力が上がってくれたらよかっただけどな。レベルアップ。魔力だに。珍しいところですが魔力ではあまり嬉しくなれないです。ちなみにロンクーのレベルアップ前の戦闘みたいに山賊ならダブルコミで1回の戦闘で倒せるようになっただよ。クロムとは違って追撃が出せるのが強みですね。そんだけ主人公のクロムは一体何ができるだけ。まあクロムは終盤活躍するつもりですから、それに現時点でも手を任せられるくらいにはなってますよ。しのごの言ってたらボスがやってきただね。だがハンサムってのは名付け親の正気を疑うだね。さてこのボスはスキル怒りを持ってるので危険です。今作の起こりは HP 半分以下で必殺足す20となります。そしてロンクーは今半分以上削ってしまったので発動してしまいました。そいでどうやって今回は倒していくのけ。今回はルフレが追撃できないので程よく魔法で削ってその後にロンクーで倒します。なるほど、経験値をルフレ以外に分散させる魂胆だいね。というわけでとどめのシーンです。オーバーキル。ボス相手にオーバーキルすると気持ちがいいんだ。レベルアップ。まあだいな。私からは何も言えません。そいで残す敵もあとわずかだに。あとは残党だけなのでカット&ダイジェストにしようと思います。
レベルアップ。力ですか。なんだか今回の成長あべこべじゃねえだか。本気で行くぞ。終わったか。これで小攻略は終了です。山賊を倒して行商ができるようになっただ。これも一種の規制緩和だに。そのお礼としてアンナさんがサービスしてくれるみたいですが、サービス？あなたの考えるようなものではないですよ、きっと。本章の攻略はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。例のごとく支援会話も最後にあるもんで、時間があるならぜひ最後まで見てほしいだよ。その前に一旦クレジットずら。今回はロンクーとベイクの支援 B です。 C の会話ではロンクーにベイクが子分になれと迫っていただね。それでロンクーが力を示せと言い返してその後といったところです。結局ベイクはロンクーに勝てなかっただな。やはりロンクーはフェリアニシの王の次期候補ともされる人物ですので、そう簡単に敗れるわけはないんです。ここでベイクは夢の実現のためにお前が欲しいと言うだよ。ま、そんなのどうでもいいとロンクーは詰めていけんだな。そしてまたさらなる戦い。これにて今回は終了です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とかいいねとかも頼むに。そいじゃ。